も伊藤京香です。今日は一番くじナルト疾風伝風影奪還編を引いていきます。正直ナルトの一番くじって去年もペース的には控えめだったんだけど、今年は全然違う。毎回全部やばい。しかも昨日もやばいのが発表されたばっかりだしね。ナルトの一番くじは楽しみしかないんだけど、今回も早速ラインナップを見ていくと、フィギュア賞は全7種で A 賞ナルト、 B 賞さくら、 C 賞かかし、 D 賞ガーラ、 E 賞サソリ、 F 賞デスクトップフィギュア、そしてラストワンがデイダラ。ついにサソリとデイダルが一番くじに登場。暁一番くじか本格始動って感じだよね。てか前回もペインは一応来てたし、もう始まってたのかな。もう暁のフィギュアとか絶対欲しいに決まってるよね。今日どうしようかな。サソリはいいんだよ。調べたらサソリはアソード2あるらしいから、それはね嬉しいんだけど、問題はデイダラ。今日って最後まで引くしかないってこと？てかそもそも今回ってめちゃくちゃ人気そうだよね。まともに引けるのかな。でも暁コンビだけじゃなくて、さくらも初一番くじで大きいフィギュアだから欲しいし、当然推しだからガーラも欲しいんだよね。ということで今日はチャレンジできるところまで引いていきたいと思います。それでは早速いきましょう。一番くじは爆発だ。やばーい。はい、ということで帰ってきました。こちら10回でさくらとガーラをゲットすることができました。しかもどっちもアソート1だからね。それを2体。本当にすごすぎる。マジで紙引き。てか最近の引き本当におかしくない？でも実はこれ私が引いたんじゃないんだよね。前回の一番くじの動画を見てくださった方なら覚えてるかもだけど、うちのスタッフさん引きがすごすぎて、前回から紙引き様って呼ぶようにしたんですけど、今回も実は7枚紙引き様に選んでもらって、それを私がめくったんですね。そしてガーラもさくらもどっちも紙引き様が選んだくじの中にありました。いやーもうね本当にすごすぎる。マジ紙引き様って呼ぶって決めてよかった。これさ、ちょっとレンタルサービスとかもう伝説続いたらできんじゃないの？ただここからが問題で、こんだけ紙引きをしてもらったじゃないですか。だからさ、もう急遽作戦を変えましょうってなって、ここはフルから引いちゃってるから、もう違うお店に行って紙残りを探そうと思って4店舗ぐらい回ったのね。そして全滅しました。でやばいと思ってこれを引いたお店に戻ってきたんですけれども、もうその頃にはこちらも跡形もなく、結局これ10時スタートで引いて以降、私一切ナルトのくじの現物見てません。いやもうこれはね完全に作戦をミスりました。任務失敗です。私が引いてたお店ね、最初私以外誰も引いてなかった、誰もくじ目当ての人いなかったはずなんだけど、それが奇跡だったってこと？それとも隠れてたんですかね？忍んでたってこと？いやーマジ店舗数も多いからさ、これ思ってたよりは引けるのかと高をくくってしまった。だからね超紙引きしてもらって本当に嬉しいんですけど、困惑してるというか、マジで暁の2人どうしよう。とりあえずはねこの2人を開封していきたいと思います。それでは早速 B 賞から開封していきたいと思います。はい、ということで開封しました。さすがね、マスターライズということで結構しっかり大きさあります。グランディストでもね、過去に桜は出ているんですが、私が覚えてる限りの違いとかね、一緒に見ていきたいと思います。個人的にね、顔は結構リアル寄りでね、来たなっていう感じですね。桜をかっこいいっていう風に捉えてる感じなのかなっていう。ギャネスとかはまたちょっと違った世界線な感じしますけど、桜の顔をめちゃくちゃ可愛く造形するっていうよりかは、かっこいい忍びらしさみたいなのを強調した造形なのかな。髪の毛とかがねしっかり上がってるっていうのもあるのかもしれないですけど、顔の輪郭とかがちょっとグランジストとは違うかなっていう。個人的にはねグローブが結構大きくて作りがいいなと思いました。
あとナルトの女性キャラってしっかり肩とかにはね筋肉ついてたりとか細すぎない感じ。足とかは細いんだけど、なんて言ったらいいんだろう、少女漫画とかみたいにガリガリには描いてないよね。ちゃんと適度な筋肉で太さがあるようなイメージがあるんだけど、さくらとかはね特に二の腕がわかるような衣装だからそれをより強く感じますね。あとは結構服のディティールが細かいかなと思って、こういうジッパーのところとかもねやっぱり作りいいし、あとは足の部分かな、ちょっとソックスみたいに見えるよね。この忍びのなんて言うんでしょう、独特な靴。必ずねみんなスパッツ履いてるので、スパッツがねここからチラ見えする感じです。お尻はこんな感じ。みんな忍びのねポーチがついてますね。なんかもう結構原作終了して経つから、この背中のマークがうちはマークじゃないのがね、うちわの形のねじゃないのがなんか感慨深いなっていう。今はもうさくらは背中ねうちはマークを着てますからね。こうやって女の子の背中だけどものすごくかっこよく作ってあって、こうしてね引きで見るとなんか3人の再来というか、やっぱり原作軸の頼もしい感じがすごい出てるなと思います。今回私ね2体しか当たってないのでまだ何とも言えないんだけど、評判とか SNS 見た感じを見てると結構さくらやっぱできいい方なのかなっていう、こう手元で見ててもね思うけど、これはね次のガーラもしっかりね見ていきたいなと思います。続いて D 賞のガーラ開けていきたいと思います。ガーラはね結構並んでたフィギュアの中でも箱が大きめ、ひょうたんの分とかあるからね、実際にどれぐらいのサイズ感なのかも楽しみに開けていきたいと思います。はい、ということで開封しました。いやーなんかガーラ大人になっちゃってっていう感じ。こちらもねマスターライズなのでサイズ感は結構しっかりしています。それではね早速近くで見ていきたいと思います。なるほど、上から見るとこんな感じで、ほぼ正面撮るとこれぐらいの高さ。結構ガーラがベース顔、そのエラの部分っていうかね、顎がしっかりこう見るとわかると思うけど作ってありますね。私ガーラって結構細もてなイメージだったんだけど、多分これ原作のイラストを岸本先生って結構さ俯瞰でイラスト描いたりとか、あと魚眼レンズみたいなさグイーンっていう遠近法がすごいじゃないですか。この煽った感じの角度、こう下からをイメージされたのかなっていう感じなんですが、でも多分これ下からこうやって見るよりちょっと引きで上から見たぐらい、最初の画角ぐらいがもしかしたら一番似てるかもしれない。ちょっと私がね推しだからね少し厳しくなる顔に対してね求めてることが高かったりとか、みんなの理想のガーラがいるからね、私の理想のガーラよりちょっとお兄さんだなっていう感じ。でも風影立場が変わったりとか年数が経たことでの貫禄だったりっていうのが出てる造形かなと思います。この指かわいいね、ピンって。ちょっと外れ答えを引いてしまったかもしれない。こことここがちょっとね白掛けとかあるんですけれども、これは元からです。単純にこうやって見ると丈がさめちゃくちゃ服長いじゃないですか。年齢感出るよね。あと立場が偉くなった感じがやっぱ服の丈の長さとかになんかイメージがあるから、そういう出ますよね。で今回はねひょうたんの作りがいいです。近くで見るとわかるんだけど、ここら辺ね影じゃなくて実際に汚れてます。ちょっと黒く吹いてある感じが砂漠の戦闘だったりとか、そういうのがねわかるような感じになってるかな。で結構質感も違くて分かりますかね、マットなんですよ。ここら辺とか見てもらうとちょっとテカリがあると思うんだけど、ひょうたんは完全マットで触った感じも全然違います。蓋がこんな感じで、こうやってね布で背中に背負ってる部分とかも見られるのはフィギュアの醍醐味だよね。この靴についちゃうぐらいの長い丈ってかっこいいなって思うよやっぱり。これに足を取られないでさばききって戦闘できるっていうのがなんか強者オーラがありますね。でもなんかこれぐらい下から見ちゃった方がいいのかもしれない。最推しのねガーラを引き当てることができてとても嬉しいです。ぜひね今までの一番くじのガールと飾ってもう年齢間の違いをね楽しみたいと思います。続いて F 賞のデスクトップフィギュアを開けていきたいと思います。こちらは全4種。私が当たったのは1種なので、ドアが開いてもこの中のどれか1個しか当たりません。デイダラの造形物が2と、ゴジラさながらのヘッドマグネットのこちらの2体です。まあね、1個なんでね、本当にどれが当たるかはマジで運任せって感じなんですけど、一応希望を言うと、宿泊が欲しいなっていう感じです。それではね、早速開けていきたいと思います。さあ、誰でしょう。さすがに手じゃわかんないな。これ、これ、待って。宿泊じゃん。めっちゃかわいい。かわいい。ガーラと一緒に飾ろう。マジで。でもちょっとあれなんだよな。冷蔵庫にも貼りたい。これ一番の当たりじゃない？これが一番の当たりですよね。皆さんどう考えてもね。
顎もコってしててかわいい。さ、ボルトの世界で出てたさ、シュカークのおもちゃ、ひまわりはなんかってなってたけど、あれ私欲しい。出してくんないかな。出てたりすんのかな。めっちゃ可愛い。なんか声優さんのね、シュカークの演じ方とかもすごい好きで、楽しく見てたんで、ぜひね、シュカークのフィギュアっていうかあれなんだろう、喋るおもちゃみたいな、だった気がするんだよね。おもちゃ化お待ちしてます。ということで、今回当たった全てのフィギュア賞で一応並べてみました。シュカークだいぶギリギリな感じだったんですけど、一旦は立ちました。なんか今回ね、暁メイン、どうなんだろう。暁がやっぱり欲しい方多かったと思うんですけども、私のは見事にね、対暁メンバーみたいな感じになってますね。さくらね、早く戦わせてあげたいから、一刻も早くサソリ欲しいですけどね。戦闘モードの女の子大好きなんですよね。なんかあとくしくも2人ともハスな感じがね、角度がかぶるっていう、右左で分かれてくれてたら違う感じにも飾れたんですが、2人ともなんかこっち見てる感じになりました。あとなんか色味も若干似てるね。そのせいでシュカークがめちゃくちゃ目立つ感じになってしまった。なんかこれもっこりしてて可愛いんだけど、モフモフ。今回で言ったら私は桜の方が造形的には好きかなっていう感じ。でももしかしたら一番できいのシュカークかもしれぬ。なんかデスクトップフィギュアが相当できい気がするんだけどな、これ。今なんか私あれですか、このハマるみたいになりましたか？そういう意味のこれじゃないですからね。デスクトップフィギュアのことをこれって言った感じです。全然ナルトにめちゃくちゃかぶれてるわけではないんですけど、相当ね、このクラマもできんじゃないかなって、このシュカークを見て思いました。パッケージ見た感じも毛並みとかもだってすごそうだもんね。うわー、デスクトップもめっちゃ欲しいけど、もう追加できないのか。天気どんどん悪くなってきてるし、朝一にみんなもう頑張っちゃえっていう感じでガッて引いちゃったのかな。どこか残ってることを期待しながら、私ちょっとまだ弾けてないもう一個大好きな作品のくじがあるので、それを探しがてら、すごい薄い希望だけど、ナルトも一緒に探してみようかな。続いてこちら、アクリルチャームが4点。でこちらは全9種なので、表紙になってるのか。表紙をアニメイラストで描いたやつなのかな。結構ね、バラバラに撮ったんですけど、どれが欲しいかな。1巻欲しいでしょ。あとこの第7版もいいし、一楽もいいし、推しだからガーラ欲しいしなっていう。ねえ、難しいな。でもここら辺かな。一旦この4つを狙って開けていきたいと思います。それではね、開けていきます。ドン！お！来た！めっちゃ可愛いじゃん。嬉しい。一番くじの開始をこういうのだとほんと嬉しいよね。めっちゃ可愛いです。こういうさ、今ガチャガチャとかでもさ、ちっちゃい漫画、なんか実際にあれ読めるようになってるらしいよね。なんか単行本の表紙イメージしたキーホルダーとかさ、たくさんあるじゃないですか。ああいうのとかね、ワンピとかナルトとかも欲しいなと思ってたから超嬉しい。めっちゃ可愛い。一巻がないことにはね、始まらないですね。2つ目、ドン！おー！シノたちが出ました。お嫁さんおるかな。シノさ、強すぎるよね。だから出番削られた説みたいなのあるけど、確かにめっちゃ強いもんね。ちょっと虫嫌いだから友達にはなれなそうだけど。ドン！おー！これもかわいいかわいい。かかし先生ね。かかし先生の初恋キラー感ある。でもさくらは全然あれなんだもんね。サスケくんなんだもんね。この時のなんかかかし先生の、今はなんかちょっとさ、もう原作もどんどん進んでってからはさ、上っていうよりもナルトもう同じぐらいの戦闘力に、もうナルトはそれ以上だけどになってってるからさ、どんどんなんかかかしが身近な存在になってたけど、これぐらいの時ってなんか得体知れんけどめっちゃ強いみたいな感じだもんね。かっこいいです。さあラスト、マジで本当に一楽かガーラが欲しい。じゃあ一楽かガーラお願い。いやーマジでよりによってこれかぶる？嘘ー。ナルトお嫁さん好きすぎだってばよ。何ですか？それともあれですか？私がちょっとシノとはなかなか仲良くできないみたいなこと言ったからですか？悲しい。でも一巻出てよかったです。はい、ということでいかがだったでしょうか。伝わってるかもしれないけど、今回の結果、私全然満足してません。だから急いでコンビニに雨の中ナルト橋で行ってこようと思ってはいるんですけれども、もしなかったとしても、ない可能性の方が多分ね、もう高いんだけど、暁の2人はブラショとかして絶対にゲットしようと思ってるので、みんなで絶対全員暁揃えましょう。この間発表された次の被弾とか角図の一番くじは今回みたいなことがないようにね、もうお店は変えず気を引き締め直して引いていきたいと思います。
ということで、この動画が楽しかった方、そしてシュカークの可愛さに目覚めた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。X のフォローもお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。動画を見てくれた皆さん、ありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter のフォローも待ってます。